どうも、ベトナム在住のキズです。今日はね、この友達のスーパーカブフロント周り後編やっていきたいと思います。これね、サスの方は、分解掃除してグリスアップしてあるんで取り付けるだけなんですけども、前回ね、特にこっち側抜くのがかなり苦労したんですよ。な、上がね狭くなっちゃってるんで、こいつで広げちゃいます。これタムのパイプなんですけどね、実はこうなってる時に直すため用にわざわざ上を潰して、このスーパーカブ、このというかスーパーカブの専用の特殊工具になっています。こいつをね、中に入れてハンマーで叩いちゃうんですね。こっちも一応やっとくかなあ。こっちは奥まで行くな。こっちは問題なしだ。こっちか。上広げてあるんでね、こうすれば入るはず。おお、行きましたね。スッとね。グリスアップするの忘れてました。OK でしょう。擦れてるところ当たってないね。確かこのサスはね、中古で別のやつを買ってるはずなんで、最初からここの傷はあったんでしょうね。これで OK かな。ちょっと一旦ね、この状況で組んでみたいと思います。普通に回るけどな。分かった。今仮付けなんで、まあ先に確認するかな。これ入れなかったんですよ。こいつか。普通に行くぞ。
通にしてが多分ない。ってことはさっきのメーターギアがうまくはまってないで締めてたのかな。故障じゃないですね。ちょっとホイールに触れがある気がするけど、まあ OK ですね。仮組みしたんでもう一回、きちんとグリスアップして本組みします。結局これね、ここにこのメーターギアがつくんですけども、こいつね、何がどうなってんのかすっごいはめにくいんですよ。こいつも純正部品じゃないですしね、ここの形もおかしいんで、これが多分ねずれてはまってたんじゃないのかな。まあまあとりあえず問題なくてよかったです。グリスアップしてねつけていきましょう。では取り付けしていきましょう。こいつを通してね、こいつの位置をねしっかり見なきゃいけないんだな。こうでしょ。ホイールをね、本締めする前にブレーキの芯出ししていきます。回して握ると、でゴムですね、こいつでいきます。OK。修理の方終わったんですけどね、こいつ前に他のスーパーカブというかコピーバイクだったんですけども、なんだアンチリフト、アンチリフトだね。こいつつけておいてほしいって言われたんで、取り付けしておきます。まあこれは入れるだけやね。取り付け完了ですね。これに関してはね、前の動画を、概要欄に貼っておきますので、詳しく知りたい方はそちらをご覧ください。これでね、このカブのフロント周りは終了です。多分ね、次回もちょっとこのカブの整備になると思います。それではまた。